この度は田久保物置をご購入いただきありがとうございます。この DVD では田久保物置の組み立て方についてご説明いたします。まず組み立ての前には必ず組み立て説明書をお読みください。なお雨降りや風の強い場合には危険ですので作業を中止してください。組み立てにあたってはご覧のような工具が必要です。お買い上げいただきました田久保物置の部品が全部揃っているかどうか確認してください。梱包ナンバーは部品箱の表に表示されています。続いて梱包を解いて説明書の部品リスト欄の番号と各部品に貼ってある部品シールの番号をチェックして部品が揃っているかどうか確認してください。部品シールの下側に書かれているのが部品ナンバーです。組み立てるときナンバーと組み立て順序をご確認ください。田久保物置を設置する場所を水平にするため地ならしと地固めをしブロックを置きます。このハウスの基礎を布基礎やコンクリートブロック基礎にする場合は組み立て説明書の施工図に基づいて施工してください。ブロックを敷いた上に床枠部品番号1番から4番を床コーナー金具で連結します。このネジは締め付けてください。対角線の長さを同じにすれば直角が出ます。メジャーがないときは紐で代用してください。この時必ず水平器で水平を出してください。そうしないと完成後扉がスムーズに開閉しないことがあります。5番のネタを置きその下にブロックを等間隔に敷きます。布基礎およびブロック基礎の場合はアンカーで固定してください。四隅にコーナー柱6番から9番をネジ止めします。コーナー柱前の下部の爪を角穴に差し込みます。この時にも直角を確認してください。床コーナー金具を固く留めます。後ろのコーナー柱に後ろ上枠15番をネジ止めします。両端のコードホールを膜付きグロメット小で塞いでください。組み立ての時は仮止め用の爪を柱に引っ掛けます。前のコーナー柱に前上枠19番をネジ止めします。仮止め用の爪を利用してください。
ナー柱に化粧板を取り付けます。左側に17番の化粧板を取り付けてください。仮止め用の爪を利用してください。右側18番の化粧板も同様に行ってください。中間柱の取り付けを行います。柱の上下は部品についているシールかネジ穴の間隔でご確認ください。短い方が上、長い方が下です。床枠の穴に入れてから上を仮止めしてください。その後、下を留めます。前中間柱は上を長いネジとナットで留めます。下は短いネジで留めます。コーナー柱から数えて3番目の穴に短いネジで留めます。奥の方へ押し付けてネジ止めしてください。10番の中間柱前は扉が右引きの時は右側に留めます。左引きの時は反対側に上下をひっくり返して留めます。床パネルは組み立て説明書で番号をご確認ください。床パネルの耳を床枠の水切りに引っ掛けるようにして乗せます。床は両端を先に入れる方が簡単です。床パネルは専用の段付きネジで留めます。ネジは仮止めにしておきます。すべてのネジを取り付けた後、締め付けます。屋根パネルの後ろ側に雪止めを取り付けてください。屋根パネル1枚につき1袋使用します。テープ付きは補強のないところに使用します。ただし右端には取り付けないでください。屋根パネル27番は左から順に並べます。前後の向きに注意してください。屋根の重ね合わせにご注意ください。屋根パネルの補強部分を前後の上枠の溝に入れ、下からネジで緩く締めます。もや16番は前後の向きに注意してください。横から見て高い方が前、扉側になります。もやを中間柱に沿わせて持ち上げ、中央部に2本長いネジを通しておきます。まず両端を長いネジとナットで締め付けます。すべてのネジをナットで締め付けます。壁パネルには20番と21番の2種類があります。側面と後ろの壁パネル20番を内側から取り付けます。アルミフックを壁パネルの穴に差し込んで取り付けてください。まず下側を落としてからパネル上部を押し込みます。この時パネルの上下に注意してください。
パネルが入りにくいときは中間柱を左右にずらしてください。パネルと中間柱は長いネジとナット、コーナー柱への取り付けは短いネジを使います。前壁パネル24番を取り付けます。短いネジをご使用ください。ネジを締める順はご覧の順番で締めてください。コーナー柱前のネジ穴を塞いでください。前化粧板25番を短いネジで上下を留め付けます。段差カバーは短いネジで取り付けします。プラスドライバーを使用してください。穴キャップで塞いでください。軒戸井26番の下側を左右の化粧板に引っ掛けて起こし、短いネジで留めます。縦戸井受け取り付け金具を短いネジで取り付けてください。中も同様にして取り付けてください。下はコーナー柱のネジを一度外して留めてください。戸井の部品を接続してください。縦戸井に縦戸井受け金具を通し、軒戸井の水落とし穴にエルボーを合わせて、縦戸井受け金具を上の縦戸井取り付け金具にネジ止めしてください。縦戸井を取り付けない側の雨水落とし穴は膜付きグロメット台で塞ぎ、コーナー柱の穴に穴塞ぎを差し込んでください。前扉32番の取っ手側にストップ金具を取り付けます。前扉隙間カバーを取り付けます。後ろ扉33番をまず内側のレールに取り付けます。次に上の戸車をレールに乗せます。前扉を同じように取り付けます。この時、扉の重ね合わせに注意してください。扉キャッチを鍵の側のコーナー柱前に取り付けてください。取り付けが終わったら前扉をいっぱいに開きます。そして鍵がかかるか確認してください。鍵は前扉の後ろに貼り付けています。鍵がかからない場合は扉の立て付けが悪い可能性があります。扉の立て付けが悪い場合は扉を外し、戸車を止めているネジを緩めて位置を調整します。扉を左引きにする場合は戸車金具、隙間カバー、扉下ガイドの上下を入れ替えます。この後は今までの要領で作業を行ってください。
最後にもう一度鍵がかかるかを確認してください。上部カバー34番を前上枠にネジで仮止めします。上部カバー固定金具を角穴に差し込みます。ネジを締め付けてください。棚支柱87番4本を壁パネルの溝に差し込み、下の部分を床パネルの端に落とし込みます。棚の中間柱88番を壁パネルに使用したネジを流用して留めます。横3 39番を上下2本差し込みます。横3に棚支柱90番をネジ止めします。棚受け金具を支柱に差し込みます。棚板335番336番を乗せます。ネジをもう一度きつく締め直してからネジキャップを取り付けてください。角穴キャップを取り付けてください。これで組み立て工程は終わりです。鍵は2本用意していますので、なくさないように保管してください。いかがでしたか？田久保物置の組み立て方、お分かりいただけましたか？今後とも田久保物置を末永くご愛顧くださいますようお願いいたします。